は NIC 本部から特別な指令が入ったの。一緒に頑張ろうね。 NIC ってこのキッズルームを運営してる？そう、正式名称、ナショナルインスティチュート・オブ・セレコロジー。脳神経科学によって、教養現象を解明しようと試みる組織だ。それで超能力を持つ子供を集めていたのか。それでね、今回のミッションなんだけど、じゃじゃーん、これなんだ？あ、リックとジョージはすぐ分かったから答えるのを禁止よ。お守りかな？よくお土産屋さんにある青いやつ。ナザルボンジューね。違う。ナザルボンジューのお守りはガラスでできているはずだ。厄除けの効果が切れると笑えると言い伝えられているからな。でも触るとどんぐりみたい。きっと植物ね。はあ、こういう形のどんぐりがあるかよ。いや、オリベは正解に近い。これは植物の種だな。もう、ジョージは答え教えちゃダメって言ったじゃない。ああ、そうでした、つい。こいつらといるとマジで子供に戻った気分になるな。でも正解。それはフォティマンドラっていうお花の種なの。というわけで、これからみんなでこのフォティマンドラを育ててみましょう。フォティマンドラだって？キッズルームは、プロイ・アンダーソンの提供でお送りします。僕は、バーチャルアイドルのテトだ。みんな、歌を使って僕に歌を歌わせてよ。わかえるの歌がとかえるの歌があはは君も一緒に歌おう。えあいうえおあかさたなわたしはうたきめと私は歌姫。あなたの声が歌になる。さあ、一緒に歌う。ファティマンドラ聞いたことはねえな。冷徹な植物だからね。人間の心を吸って成長する花という言い伝えがあるんだ。プラスの感情を込めて育てると、花は人間の悪い心だけを吸い取ってくれる。でも、マイナスの感情を込めて育てると、花は人間の魂を盗む動物になってしまう。ちなみに、その冷徹な原因で、人間の悪い姿勢を吸い取るお守り、ナザールボンジューが生まれたんだって。なるほど。吸い取った人間をコピーして、花自身がいい奴にも悪い奴にもなれるのか。先生、これは本物のファティマンドラの指示なんですか？少なくとも NIC はその説が濃厚だと判断したわ。最新の研究によって、この植物は人間の脳とよく似たニューラルネットワーク上の回路と脳波を受信する器官を持っていると判明したの。つまり伝承が本当なら、フォティマンドラは周囲の人間の脳波を模倣することで自律思考回路を形成していく可能性が考えられる。そう。全然意味がわかんないんだけど。つまりこの子は、ロボットと一緒で人間の心を真似っこするお花さんなの。だから、みんなで真心込めて育てれば、人の悲しみとか悪い気持ちを取ってくれるんだって。ロボット？それ超いいじゃん。みんな頑張ろう。よっしゃ、こいつに超かっこいいロボットの発信を作ってやるぜ。私がこの子に幸せって気持ちを送り続けるわ。お姉ちゃん、あんまりやりすぎるとバカになっちゃうわよ。見えるわって、そもそもこれはどうやって育てるのか調べようと。そうだな。土に植えるものか、水で育てるものか。ジョージは何かわかるか？わからない。いや、どっちも違う気がする。はあ？そんなわけないだろ。植物なんだから。そうしたら、ひとまず営業数の中に入れて予想見よう。後で僕が書く設計図の通りに育成図を作って。オッケー。CM 30秒です。すごーい！サンタナス
前ら聞いてないぞ。超天才な私が一人で作っておきましたよ。マジで？イケイケ NIC メンソーレ生収録プロダクションのロングバージョン収録。フルの歌詞はご覧の URL からご自由にお取りください。それからアルバムでまとめて感動2曲お得だよ。本来値段がつけられない曲のための措置ですね。わかります。そういう話ですが、5秒前、所長、決めてください。プレイストアに出動だ。大きくならないね。月に入れ替えてみるか？この中で数がしか知らんのなら、月に入れ替えても変わらないはずだ。きっと何か特殊な業務が必要なんだと思う。5年以上ここに入れておくのはかえってよくない。痛い種を取り出して、もう少し経験してみたいな。取っちゃダメ。絶対に咲かせてみせるの。無駄だ。諦めろ。この中に入れていても、こいつは絶対に発芽しない。ジョージ。でも、確かにそうね。ごめんなさい、ミント。この種は一旦 NIC に。だってこの花が咲いたら、きっと、アッシュを元気にしてくれるんでしょ？お花さんは悲しみを取ってくれるって、ダリア先生言ってたじゃん。だったら、アッシュの悲しみも取ってもらえるんでしょ？そしたら、アッシュはきっと、出てきてくれると思うの。ミント。ダリア先生、ちょっと。先生、NIC は、というかあなたは、初めからあれの栽培法をご存知なのでは？どうしてそう思ったの？根拠はない。あくまで俺の勘です。あなたはおそらく、みんなに栽培法を打ち明けることに抵抗を感じている。原因は多分、あれが動物の脳に直接植えて育てるものだから。違いますか？正解よ。ダウザはさすがね。けど俺には理解できません。そもそもどうしてパティマンドラをキッズルームの子供たちに育てさせようと思ったんですか？きっと無駄な努力なのに。能力研究のための観察実験ですか？それとも万が一俺たちが別の栽培法を見つけたら論文を書けるからですか？ジョージ。それって、いわゆるひどいことですよね。ジョージ。私は研究者である以前に、ルームメイトたちの家族なの。え？私ね、パティマンドラが中等支部に届いた時、キッズルームで育てたいなって思って、無理を言って貸してもらったの。だって、能力を使った栽培の研究をするなら、本部の大人の強力な能力者が実験すればいいだけの話でしょ。でも私は、この家のみんなと一緒にお花を咲かせてみたかったのよ。アッシュのためですか？で、それに、この家の外に住むオリビア・ミントやジャックのためでもあるわ。外の世界では堂々と能力を使えないから、あの子たちは普段とても窮屈な思いをしているの。だから彼女らにとって仲間と同じ目標のために能力を使える機会はとっても大事な時間なのよ。それと確かにパティマンドラは動物性タンパク質を養分とする虫草に似た構造の植物よ。そしてこれまでの文献に研究では、この植物の思考回路構成は宿主の脳の構造や DNA をトレースするものだと考えられています。でも、外部から脳波刺激を与えるという前例のない試みは成功しないとは限らない。だからあの子たちの努力を無駄だなんて二度と言わないって約束してちょうだい。なんてね。さすがのジョージにもちょっと難しいお話だったかしら？先生にはかなわないな。すみませんでした。けどもう一つだけ教えてください。どうしたらそこまで人の気持ちがわかるようになるんですか？私はとやかく説明しなくても、ジョージならきっとすぐできるようになるわ。だって、あなたはダウザーだし、それにとっても優しい子だもの。ありがとうございます。事実を言うなら、そこは優しさなんか持ってないと否定すべきところのはずだった。けどダリア先生に言われると、本当に自分が優しい人間のような、いや、先生の言う通り、優しい人間にならなきゃって感じてしまう。相手を知るところから始めてみようかな。だって俺はダウザーだから。ジョージ、何話してたの？ちょっと、お説教されちゃってただけ。なあ、オリベ。俺たちはずっとこの家にいるのに、アッシュの顔を一度も見たことがない。聞いちゃいけないことかもしれないけど、彼に一体何があったか教えてくれないか？はあ、いけないわけないじゃない。聞いてくれるのをずっと待ってるんだから。アッシュはね、サイコメカラーっていう、触れたものの過去を 3D 再現できる能力者なの。彼はその力のせいで、
たった3歳の時から警察で殺人事件の捜査を目指されていた。捜査って言っても、アッシュの仕事は証拠品を触るだけ。でもそれはアッシュにとって、とても残酷なことだった。アッシュが NIC に保護されたのは、幼稚園が通報した4歳の時。それ以来彼は、他人の触れたものに一切触れることができなくなっちゃったの。だから今は、そこのクローゼットでタリア先生とだけ接して生きてる。ジョージ、どうすればその花は咲くの？ねえ、その力で教えてよ。悪いけど、リックですら解明できないんじゃ、俺にはどうすることもできない。そんな。不甲斐ないな。本来だったら、大の大人の俺が、こんな幼い子の願い一つ叶えてやれないなんて。みんな、それじゃあ、回収するわね。ちょちょっと待って。ゼレン？私たちに少しだけ時間をちょうだい。そうか、だいぶできていたんだな。よし、任せろ。ミント、君ってとっても優しい子だね。タルパ。オイラはファティマンドラのコピー。あれ？ということは、オイラはファティマンドラじゃないのかな？よくわからないや。お花さん、なの？きっとそうじゃないかな。お花さん、アッシュを助けてよ。残念ながら、オイラにその力はないや。でもアッシュは、もうそろそろお外に出られるかもしれないよ。みんながいないとき、アッシュは多分オイラに会いに来たみたい。その時水槽を触っちゃって、みんなの優しい心をたくさん感じたんだと思う。そして、みんなと遊びたい、とっても寂しいって感情をオイラに教えてくれたんだ。アッシュが、これでいいか？ありがとうジャック。完璧な人格再現だったわ。あなたが今作った人格がファティマンドラのコピーなら、おめでとう。みんなでお花さんに心を作ってあげるのは成功していたのね。はい、目は出なかったけど、お花さんはアッシュを元気づけてくれてました。私たちの思いをちゃんと伝えてくれてたんですね。きっとアッシュもすぐに出てきてくれるよね。先生、このためはホームで瞑想するとき以外、僕たちのそばにおいでおいてもいいですか？ジャックが証言したファティマンドラの人格の完成度を見る限り、企業で猫で調べるより、みんなのそばに呼んで様子を見る方がいいと思うんです。もちろん。そうだわ、ジョージ。これはあなたが持っていてちょうだい。この花ちゃんと一緒に友情のお勉強をすること。これはこの能力児研究責任者からの命令です。イエスマーム。アッシュのやつ、今もそこで俺たちの会話を聞いてるんだよな。ああ、早くトラウマを克服して、外に出てきてほしいな。お前、ちょっと変わった？え？最初に来た時は、もっとこう、どうでも良さそうすか、すれないやつだなっていうか、他人に興味ないんだと思ってたわ。そんなこと。え？おはよう、ジョージ。おい、なんだ今の。今のって？何か映像に問題があったかな？そうじゃないけど。このシステムは君の脳に直接送出とフィードバックを繰り返しているから、映像や音声が乱れたらすぐに教えてね。それじゃあ、恒例のロボットの心理テストを始めようか。ロボット。人間の心を模して作られた存在か？ああ、質問。そのロボットは自分の意思で人を殺したのか？それとも誰かに命令されたの？そこは君の想像に任せる、と言いたいところだけど、君もそろそろ飽きてきているよね。これで最後にしよう。ロボットは自分の意思で殺した。それで、最後にもう一つだけ、理由を考えてみてくれ。ああ、思いついたよ。教えて。ロボットは生まれつき、天使なんかじゃなかったんだ。天使だって勝手に周りが思い込んでいただけで、本当はどす黒い心の持ち主だった。だから善悪の区別がつくようになったら、わざと悪いことをしたんだ。80点、なんでだよ。実はこの例文は、ある実話を元に作成したものなんだ。でも君はだいぶロボットの気持ちが想像できるようになったね。とても良い進歩だよ。あんたはその気持ちの模範解答を知っているのか？僕も本人ではないから 100% とは言い切れないけど、彼は悪意の塊というよりとても利己的な性格だったみたいだ。善悪について知ることによって、自分自身の倫理観が形成されたから、それに従って殺人に及んだらしい。殺した相手は死んでもいい人間だったと自己判断してね。そんな奴の気持ちがわかるか。真面目に考えて損した。君がそう思うこともまた、とても良い進歩だよ。
君は確実に自分自身の考え方を取り戻してきている。例文のロボットのようにね。次回は別の心理テストにしてくれないか？もちろん。両親、起きろ。だけどあなたは、とても時間覚を持っていますから。あなたは一体何を戸惑っているの？正直なこと言っていいか。少し怖いんだ。